はい、こんにちは、とつゆです。今日は躁うつ、双極症についてお話ししたいなっていうふうに思ってます。で、お香も炊いちゃおうかな。友達からもらったお香です。ナチュラルインセンスさんのクリーンビューティーっていうお香ですね。はい、ということで、僕自身双極性障害、躁うつの傾向があるんですけど、躁うつに本当に思春期ぐらいからですかね。物心ついた時からもうずっと苦しんでて、その時は躁うつっていうものとかを知らなかったんで、これなんだろうって思いながらずっと苦しんでたんですけど、この動画を通してというか、共有することを通して、こういう人もいるんだっていうふうに思ってもらったりとか、僕みたいに気分の波がある人にとっても、こういう自分のパーソナリティって普通だったんだっていうふうに思うことで、本当にものすごい僕の場合は生きやすくなったんですよね。なんでそういうふうな、こんな感覚って別に自分だけじゃないんだなって思えるようなきっかけになったらいいなと思って、動画を撮ることにしてみました。今回の動画は僕別に医療従事者とかではないんで、医学的なアドバイスではないので、そこはご注意してください。あくまで一体験談として、こういうふうに考えているよっていうのを共有できたらいいなっていうふうに思っています。はい、2番目、躁うつとはっていうことなんですけど、躁うつ病、双極性障害、双極症。この3つは全部同じ意味です。時代によって名前が、呼び方が変わっていったんですね。多分最初は躁うつ病って言われてたけど、だんだんとうつ病と根本的に躁うつ病って違うものなんで、うつと区別するために双極性障害って呼ぶようになって、で、時代的に障害って呼ぶのどうなのっていう風になって、で、双極症。病っていうよりはそういう症状としてっていう風な感じに変わってきました。で、現代の一番最新では双極症って呼ばれてるんですけど、あんまりまだ一般には定着してないのかもしれないです。で、双極症のっていうのは、双極。英語だとバイポーラーって言うんですけど、バイポーラーっていうのは、極端っていうことですね。二つの極が。躁うつの場合は、ハイな状態が、いわゆる躁状態。だからローな状態がうつ状態。この振り子が、すごく極端に触れちゃうよねっていうのが、双極症。躁うつっていう人の、特徴になります。うつ病との大きい違いは、双極症はそもそも、パーソナリティに近いものなのかなって思ってます。なので気分の波が単純に大きくなりやすい人で、大きくなりやすい中で仕事を頑張りすぎたりとか、極端に我慢してる日々が続くと鬱が激しくなったりとか、逆に躁が激しくなったりして、社会的に生きづらくなっちゃうっていう時に初めて双極症っていう病名というか、そういうラベルがつけられるっていうだけです。双極症を理解する上で多分一番重要だし、僕自身その考え方を知って一番救われたのは、双極症は病気じゃなくてパーソナリティに近いものだよっていうところです。この波の大きさを細かくしていくっていうのが躁うつの基本的な付き合い方になります。どういうことかっていうと、波が起きていくのが自然なんですね。波を平坦にしようと思って頑張ると、必ずどっかでドンって落ちたりとか、すごい上がっちゃったりとかするっていうのが躁うつの人の傾向です。波を細かくしていく、平坦になるように頑張らないっていう風にして波を細かくしていくと、普通の人の延長として、ただ気分がいい時があって気分が落ち込んでる時があってっていうのを1ヶ月とか2ヶ月とか数ヶ月周期で繰り返していくっていう風に穏やかに生きていくことができます。はい、それが躁うつについてでした。はい、3番は僕自身の躁うつの体験についてです。僕自身はずっと中学校ぐらいの頃から、普段は友達がたくさんいて、みんなとすごい仲良く話してて、みんなの輪の中に入ってるような子供だったんですけど、月に1回かだけ本当に一日中全く誰とも喋れなくなる日みたいなのがやってくるようになって、それを自覚したのは中学生ぐらいの時かな。その日は本当に誰とも喋らずに、ずっと机に突っ伏したまま一日過ごして、ずーっとどんよりした暗い顔で帰っていくみたいなっていう日が起こるようになっていきました。多分それが僕の躁うつの始まりですね。
で、躁うつはパーソナリティって言ったと思うんですけど、うつと違ってかなり早い段階から現れる人の方が多いっていうふうに言われてます。思春期だったりとか。なんで僕もそのうちのそういうことなのかなっていうふうに思ってます。中学生の頃からずっと別になんでだろうな、おかしいなっていうふうに思って、これなんとかしなきゃなっていうふうには思うけど、体は動かないし心もずっと塞ぎ込んでしまうみたいな、その一日中。でも次の日になったらケロッとしてたりするんですよ。極端に気分の波が落ちたり上がったりしちゃうっていうのがありました。そこからこれは何なんだろうなっていうふうに思いながらずっと過ごしていってたんですけど、決定的になったのは2021年なんで、今から4年前ぐらいですね。今岡山に住んでるんですけど、東京でデザインとコーヒーの会社を自分で立ち上げて、でそれで頑張っていくぞっていう風になってる時に、会社を始めて3、4年ぐらいした頃かな、頑張り続けてたのが限界を迎えたのか、もう本当に突然働けなくなっちゃって、でその時に一緒にその会社を立ち上げて頑張ろうって言ってくれてたメンバーだったりとか、クライアントの人とかを完全に裏切ってしまうというか、連絡も本当にできなくなって返せなくなっちゃうから、連絡も全然できなくて、で僕自身はその間何をしてるかっていうと、本当に暗い部屋の中でずっとうずくまってるだけっていう、ただ怠け者なんじゃないかっていうふうに思われちゃうかもしれないですけど、っていうのがてかそういうふうに思われるのが本当にずっと怖くて、なんとか奮い立たせて頑張ってきたんですけど、ずっと頑張ろう頑張ろうっていうふうにやり続けて、落ちないようにやり続けてたツケが一気にドンって本当にそこに落ちてきちゃって、そこから多分数ヶ月ぐらいはずっとベッドから動けない生活というか、本当に最低限の食事とトイレだけ行ってみたいな生活をしてました。で本当にその時は絶望でしたね。せっかく自分で会社立ち上げて手伝ってくれる仲間とか見つかったりとか、仕事頼んでくれる人みたいなのが現れて、信頼関係がだんだんできていってきたっていう、一周した感じが3、4年ぐらいであって、その時だったんで、本当にもうこれは終わったなって思いました。僕の人生というか、僕が作ってきた、人との信頼関係ですよねみたいなの本当全部裏切ってしまったっていう風な感覚になってました。いや本当にきつかったですね。でこれはちょっとおかしいっていうふうにさすがに思って、それまで一回も行ったことなかった、精神科を受診してみようっていうふうに思ったんですね。で2、3ヶ月経ってちょっと元気が出始めて、外出もできるようになって、なんとかしなきゃなって思い始めた時ぐらいに、やっと精神科に行くことができました。精神科では特に何て言うのかな、こういうふうにした方がいいですよとか、具体的にアドバイスもらったわけじゃないんですけど、双極性障害のお薬ですねをもらって帰ってきたんですけど、その精神科に行って、自分ってこういう風な性質なんだっていうことに気づき始めてから、どんどん新しい情報とかに出会っていったんですね。例えば、ユング心理学だったりとか、遊佐さんっていう方が書かれているメンタルモデルっていう本があって、精神の構造の考え方みたいなところだったりとか、ユング心理学の自分が抱えてきたコンプレックスについてとか、あと坂口恭平さんですねの、そういう自分のパーソナリティに素直になって生きていくっていうことに関してめちゃくちゃ思い出してたら涙が出てきちゃいました。お茶飲もう。とりあえず顔ぐちゃぐちゃになったし、鼻赤。いやでも本当にその時に出会えたこととかは本当に今の自分の地盤になって感じてます。そのうつの時にでも少しずつ元気にはなってきてって時にやってたことは、とにかく絵を描いて文章を書くこと書いていたんですけど、ずっと初めてその時にものづくりが自分の心とつながって、作った絵とか書いた文章とか絵を描いてる瞬間とかが自分の心を本当に癒してくれるというか、救ってくれる。初めてものづくりが自分の心とつながってできたなって感じたのもその時でした。本当に多分今までの中で一番ぐらいに大きかったうつの期間、考え方とか感じ方が大きく変わってしまって、自分のこのバイオリズムの波に従って
いろんなことを手放して、諦めて生きていこうっていうふうに思ったんですね。で、現在はっていうとすごく楽になりました。生きていくのが頑張らなくなったし、頑張らなくなればなるほどパワーというかを発揮して、実は仕事もできちゃうし、制作活動もできちゃうし、人間関係も作れるしっていうことをこの2年間で本当にたくさん体験して、どんどん楽になってきましたね。なので今は創物のサイクルも、だいたい月に1回2日間ぐらいかな、何もしない日があるぐらいっていうようなサイクルの中で生きてます。ベッドに寝込んで、真っ暗な部屋でベッドに寝込んで、僕の場合はずっともう YouTube とか Netflix 見てるんですけど、本とか読めたらいいなとも思うんですけど、本読むような気分にさえなれないんで、すごくアホなYouTube のチャンネルを見たりとか、しっかりした名作とかじゃなくてポップな見やすい楽しい映画とかを見て、また寝てみたいなのを繰り返して、うつは過ぎ去っていくみたいな感じです。はい。ということで、3番目は僕自身の躁うつの体験についてでした。4番目はその躁うつについて、じゃあ僕なりにどんな風に生きていくのが良かったかっていうようなお話ですけど、今日は3つ考えてきました。1つ目は自分の気分に任せた生き方を自分で作っていくっていうことです。気分っていうとすごくネガティブな感じがする言葉ですけど、その気分っていうものを、神と崇めてみる。だからその気分みたいなものにもう任せて生きていこうっていうふうに割り切ってしまうこと。その割り切るのもすごく大変なことだと思うんですけど、自分が調子が悪い時にはそのまま調子悪くなっても大丈夫なようなとか、調子がいい時には調子が良くなっても大丈夫なようなっていうような生き方自体を作っていく。それが躁うつの人というか、躁うつの傾向みたいなものを授かって生まれた人の一種の才能というか、いいところだと思うんですよね。そういう生き方を作っていくことができる人ってそういうパーソナリティの人しかいないんで、そういうふうに思ってこのパーソナリティを存分に生かして生きていけるような環境だったりとか仕事の仕方だったりを少しずつ見つけていくっていうのが、すごく根本的なことになっちゃいましたけど、一つ目です。で、二つ目はすごい具体的なことですけど、毎朝日記を書くことですね。日記って言っても、こういうことをしたこういうことをしたっていうふうに書くんじゃなくて、今の気分はどうですかって自分に聞いてみるっていうような文章を毎朝ノートで1ページ分でいいんで書いてみるっていうことですね。躁うつと付き合っていくことの、一番初めの一歩は、今私がどんな状態なんですかっていうことを自分で感じてあげるっていうことだと思うんですよね。日記で、今すごくいろんなことをやりたくなってる。これがやりたい、あれがやりたいって書き始めたら、今もしかしたら層に入ってるかもなとか、今気分が高まってる状態だなっていうふうに感じてあげるとか、何も書く気が出ない。また日記さえ書いてない。文章さえもう今日は書いてない。書く気も起きないっていう時はちょっと鬱に入ってるんじゃないかとか。文章を書くことって自分の心を映してくれる鏡みたいになってくれるんで、それで自分の気分はどうですかって自分自身に聞いてあげるっていうのが、それが2つ目です。で、3つ目はもっと具体的になるんですけど、神田橋語録を読んでください。ウェブ上にアップロードされてるんですけど、僕は最初その坂口恭平さんの本の中で神田橋語録っていうものの存在について知ったんですけど、神田橋先生っていう精神科の先生が診療した時の言葉とかを語録として他の先生がまとめてくださってる、文書みたいなのが PDF でウェブサイトに掲載されてるんですね。本当にこれを読んで僕は本当にめちゃめちゃ救われました。一番最初にこの文章を読んだ時は本当に涙が止まらなくて、なぜかわからないのにずっと涙が出ちゃうみたいなっていうような感じで、そこから自分自身のパーソナリティのことを許してあげて、認めてあげて頑張らなくなって、こういうパーソナリティというか、これはこれで素敵だなっていうふうに思えるようになった気がします。ぜひ躁うつ傾向ある人、ない人でも周りにそういう風な気分の波がある人が、周りにいる人はぜひこの神田橋語録一回読んでみてほしいです。ということで以上なんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっと途中で本当に申し訳ないです。こんなに泣くとは
思ってなかったんで、自分でもすごいびっくりしてるんですけど、本当によく思うのは、なんだろう、無責任に言っちゃえば、その性質も含めてその人の才能だなって思います。それはなんか期待しちゃったりとか、まあなんか理想みたいなものがあったり、憧れみたいなものがあって、なんとかそれになるぞ、なんとかそれに近づくぞって思って生きてると、なかなか苦しい。なんでそれって、それを手放せた時に本当にその人の才能が輝くというか、その人らしい生き方みたいなものを見つけていくっていうことができると思うんですね。必ずその人の性質に基づいた、その人の自然体みたいなものに紐づいた才能みたいなものがあるような気がしてて、相うつも、まあ、ものすごい素敵なパーソナリティの一つだなっていうふうに、まあ、今僕は感じてます。なんで僕みたいに相うつで生きていくのが苦しいっていうふうに感じたことがある人、感じてる人には、まあ、そのパーソナリティって本当に素晴らしいよっていうふうに自分自身に言ってあげてほしいなってすごく思います。ということで、まあ、僕自身も相うつに関して相うつ日記っていう名前でウェブサイトで文章を書いてるので、まあ、よかったら YouTube の概要欄からウェブサイトの相うつ日記の文章を読んでみてください。これからもこういうパーソナリティというか相うつに関してのこととかは動画で発信していきたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、よかったらチャンネル登録と LIKE、コメントしていただけると、まあ、本当にすごく元気が出ます。ということで、動画を見てくださって聞いてくださってありがとうございました。じゃあねー。